はい、皆さんこんにちは。江口ホールディングスの江口です。今日はですね、宮古競泳バス長間局前、隣、次は比嘉、次は西条入り口、こういうとこ来てるんですけど、バス停ですね。ここは何かというと、じゃーんと全然何かわからないと思うんですけど、これは平良グスクベ線という道路ですね。こっちの方行くと東辺名崎、島のずーっと東の方にまっすぐ行ける道ですね。反対方向、こっちの方向に行くとですね、ドン・キホーテ宮古店があるような、宮古島に来られた方は通ったことがあるだろうという通りなんですけど、ちょっとこっち側のね、内地というか内の方に入ってくると道幅は一車線になってちっちゃくなるんですけど、今日皆さんにご紹介したいのはここですね。ちょっと一本木がバーンと立ってますけど、ファミリーマート K っていう雑貨屋さんがありますね。ここの隣、これが僕が、いつもお話ししている、クラス・ザ・ファーストの、建設予定地ですね。だいたいおそらくこの石のこの辺りからですね、向こう側の電信棒の手前ぐらいかなぐらいがこっち側の入り口になっていて、今そちら側からこう見ていてですね、ずーっとここはただのその入り口間口になっていくと思うんですね。ここにだからちょっとねイメージ湧かないと思うんですけど、こう綺麗にしての車がバーッと登れるようにして、ここにクラス・ザ・ファーストのサインとかを入れてですね、ここだよっていうところで、ありがたいことに競泳バスのバス停の真ん前って言ってもですね、1日に、5便ぐらいですかね、2時間半から3時間に1本バスが来るよとっていうところありますね。ここ段差が1個ついてますね。ここ実は農地なんですけど、ここのその段差がついているところから上が僕の土地で、全部で620坪ぐらいになりますね。今あそこ段差がついているところには、高さ 2.5 から3メーターぐらいの擁壁を設けてですね、向こうの僕の土地から来る土、水っていうのをそこでせき止めたいと思っています。で、おそらくですね、僕らがやっていこうと思うとすごく頼りになる雑貨屋さん、ファミリーマート K。 もうファミリーマートよりサークル K よりも私の方が古くからやってますよって雰囲気出てますけど、なんか結構ね、お肉だとかフルーツだとかいろんなもの売ってたりとかされるので、結構便利だなと思っています。お酒とかね置いてあれば、上の僕のリゾートができた時に便利かなと思ってるんですね。じゃあ実際にちょっと僕の土地の方まで行ってみましょう。上の方に行くとね、結構広がっていて、土地に対して東側にこういう道路があるんですね。こっち側が東辺名崎で、そこから、南の方に入っていける土地に対しては東側の道路、図面でいうとこういう感じですね。でずーっと上がっていきまして、ここはなんかどなたかの農地なんですよね。ここのもう本当に宮古島の農地っていうのは、農業以外本当基本的には何か他事やるっていうのは本当に難しくてですね、ここを僕たちが買わせていただくってことは断念したんですけど、まとまった土地でだいたいこの辺りですね、この辺りからずーっと向こう側の木がある向こう側の方まで約30メーターぐらい、奥行きは結構ありますね。620坪なんで、普通の一軒家の20軒分とかの、敷地があるということで、ここですね、ここをクラス・ザ・ファースト建設予定地と呼んでいます。ちょっとね草が生い茂ってきちゃってるんですけど、南側はちょっと小高い丘みたいな、植物みたいになっていて、あそこは宮古島市の持ち物みたいです。で、こちら側に行くと結構静かなところで、あそこなんか保育園か幼稚園かなんかあるんですけど、1個ここで、江口ホールディングスグループが何をしていくかっていうことなんですけど、まずいつもお話しさせていただいているゼロエネルギーリゾートですね。ゼロエネルギーで行くぞと、もう太陽光だけでこんだけ、光が降り注いでいたらいけるんじゃないのっていう、太陽光と蓄電池で賄っていこうと、全ての電力を。で SDGs ですね、泊まるだけでその SDGs が意識できるみたいな、その利用するだけで気候変動のそういう問題に対して意識が向上するっていう、そういうものをやりたいんですね。でそもそもですね、前にご紹介させていただいた宮古テラス、あそこは 2,3 年この開発するのに許可が出ないよっていう話をしているかなと思うんですけれども、ここは実際宅地なんですね。普通に建築基準法にのっとった建物だったらいつでも建てていいよっていう、そういう場所なんですね。
ちょっとね南側に対してずーっとね約2メーターぐらいずーっと徐々にこう地盤が高くなってってる。だから南側に立つ家っていうのは結構高台にあるような形になると思うんですけれども、でそもそもそれゼロエネルギーでリゾートを作って1回、屋根の上にですね太陽光を乗せて、それを一度200キロぐらいの超大型ですね、普通の家庭は10キロぐらいのものを取り付けられると思うんですけども、ここでは200キロぐらいの蓄電池に1回全てを入れます。でその電気で中のリゾート内の電力を賄う。で結局ですね、ここの中の電気でそのできた電気を生活で使うんですけれども、水、それもここは200キロの電池の中でその電気でその水を起こしてみようじゃないかっていうふうに考えているところですね。僕らも配管とかそういうことを考えたら300年持つんじゃないのと、そういう建物を作ってみたいなと。それで皆さんでこう何百年っていうその歴史を残していきましょうよと。で暮らすということが最上だと思っていると。でファーストクラスのような、心地よさをこのリゾートの中に作っていきたいと、表現していきたい。